アルディーノがなくともステッピングモーターは動く。3、いつも動画を視聴いただきありがとうございます。 A4988 の回路構成。チップ周りの全体回路図です。バイポーラステッピングモーターです。 0.4 アンペアパー走、トルク26ニュートンセンチ、ステップ角 1.8 と200ステップで1回転します。 1A に黒、 1B に緑、 2A に紅、 2B に愛がつながるようにします。まずモーターを動かすに足る十分な容量を持った電源を用意します。各モジュールに電源を与える高圧レギュレーターと NE555 です。 NE555 はモーターを動かすパルスを与えます。これが A4988 チップです。これから接続の詳細を説明します。 A4988 の VMOD とグランドにモーター電源をつなぎます。そしてデータシートに記載されている100マイクロファラッドもパラいます。 VDD とグランドにはモジュール電源 5V 最大 5.5V を引火します。イネーブルはローで出力有効、ハイで無効になります。今回はローで使用するので接続はないです。 MS1 から MS3 はディフォルトでロー、家電でハイになります。データシートの6ページに載っているマイクロステップの組み合わせです。ディフォルトはローです。リセットはローでステップ DIR、 MS1 から MS3 の入力をリセットします。ハイで前述した5入力を受け付けます。スリープはローでスリープモード、 VDD 間の抵抗で接続なしでハイです。なのでリセットと渡りを施して両者ともハイとします。ステップはパルスを与えます。 DIR はローとハイで回転が逆になります。このような仕様になっています。 MS1 から MS3 はロッカースイッチを使ってハイとローを組み替えてステップを調節します。これだけの回路構成でマイクロステップを実現できます。刻印4桁表記の説明。ここでセンス抵抗 RS の表記について説明します。 R100 とありますが R は小数点、 L ならミリオーム、数字の4桁目は10の N 乗というように倍率を表します。したがって R100 は 0.10 オーム ×10 の0乗となります。1542なら3桁目までが有効数字で2は10の2乗なので 15400 となり 15.4 キロオームです。ちなみにこれが VREF を調整するポテンシャルメータです。 VREF の設定方法。 A4988 のデータシートです。この9ページにある VREF に関する記述を翻訳して次ページ以降にまとめました。まずこの部分です。次にこの部分です。ここに%i トリップマックスは表2を見なさいと記載されています。このページでは電流制限の最大値に関する事項を翻訳してまとめています。このページでは誤解しやすい情報を訂正しながらまとめています。
パーセントアイトリップマックスの数値。これが17ページの表2です。この9行目にパーセントアイトリップマックスの数値が記載されています。数値はフェーズ1、2ともに 70.71% です。モーターの駆動トルクについて。このページからは使用するモーターのトルクがワークを持ち上げるに足るかどうかを計算していきます。せっかく製作してもカゴが上昇できないのでは本末転倒ですね。つまらないと思った方は読み飛ばしてください。これらの計算書が必要な方はハードコピーしてお使いください。トリマーテーブルの変遷。昇降状況です。マイクロステップでビットをミリ単位で昇降できます。この昇降装置はトリマー専用になってしまっています。なのでこれからテーブルの多機能化に取り掛かります。これらの詳細動画がご覧になりたい方は説明欄の URL をどうぞ。具体的には今回丸ノコを取り付けてみます。そのためにこの T スロットトラックを延長したりカゴその他の加工も必要です。1ミリ厚のアルミ板を切り出して丸ノコのケーシングを作ります。アルミ板の切り出しが終わりました。これから曲げていきます。板材を使います。何回も曲げると切れてしまうので慎重に行います。1ミリなので曲げは容易です。曲げて曲げて形を作っていきます。動力源は895モーターです。360W のモーター出力タップにこの穴から固定します。スピードコントローラーです。このように底部に固定します。設計では波形は 110mm を使用するのでテーブル面から刃は 36mm 出ます。8mm のワッシャーです。シャフトのガタつき防止でベアリング間に挟みます。丸ノコカゴの完成です。あとはトリマーカゴと化粧点板の加工のみです。補強プレートも取り付けました。
ケーブルは外部側面の電源ユニットへ。スピードコントローラーは延長してコンセントボックスに取り付けます。季節カゴの補強をカットします。図面通り赤色の部分です。配線を接続してトリマーの代わりに取り付けます。完成したので試験を兼ねて天板をカットしています。これで 2way になりました。次にカゴをタップ加工してジグソーを取り付け 3way にします。テーブルを外していますがジグソーは後付けできるように設計しています。カゴを上下してサポートの確認をしています。これで 3way になりました。次に丸ノコの刃を大きくするためにカゴを作り直しています。ちなみにプレートは 3way 共通としました。試験を兼ねて天板をカットしています。3分前の画面と比べてみてください。波形が110ファイから190ファイに変わっています。この後手元スイッチもスリム化しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。